結構、どうかな、ずっと愛してきた、ずっと信じてきた、ずっとその気持ちをね、真実なんだと言い聞かせてきた。このね、クイーンの想像からそういうメッセージが来る。お相手さんとの関係なんだけれども、真ん中にザ・マジシャン。あなたにね、魔法をかけてるね。あなたはね、よくコントロールしてる。この大きいトライアングル、そしてちっちゃいこの5のトライアングルで、このデビルが、このカルマの位置に来てるんだけど、なかなか離れられないよ。だけど、このあなたを表すであろうクイーンの想像なんだけど、横から手が出てるんだよね、スッと。で、このクイーンの想像っていうのは、未亡人とかね、ご家さんとか、そういう意味があるんだけど、傷心ハートブレイクのあなたに手を差し伸べる人がいるよって。それがこのタイの山のキング5の位置にあるね、キングのペンタクルスの方。急展開が来るよってね。これが間もなくあなたが受け取る答えなんじゃないかな。で、答えっていうのはあなたに新たなね、恋のインスピレーションが降りてくるっていうこともそうなんだけど、おそらくこの現行、おそらくまだ付き合っているだろうこのお相手さんの本性がわかるんじゃないかな。だからね、ずっとね、愛してきたんだよ。愛そうとしてきたの。ずっと信じてきたの。信じようとしてきたの。でもね、些細なきっかけ、本当にね、何気ない一言、あるいはね、非言語的なメッセージ、表情とか、あうんの呼吸のね、テレパシーって言っていいかもしれないね。なんか急にこの方のね、本性が見えるよ。メッセージが来るよ。あなたはひょっとすればね、自分が新たな恋人のもとに行くことをね、行くことに罪悪感を感じてるかもしれない。このマジシャンであるこのお相手さんに、お相手さんの愛にね、背くことに罪悪感を感じてる。ただそれはこの方がそのように仕向けてるんだよ。このカルマの位置にあるね、デビル。その次にあるのがシックス・オブ・ワンズ。あなたはね、ちょっとした勝利をあげるの。で、これは逆の意味で読みたいんだけど、その身近にね、敵がいるよって。あなたのね、足を引く存在がいるよっていうカードなんだけど、その足を引くであろう存在っていうのが、このキングのペンタクルス。未来のあなたの恋人。なんでその方が足を引くかっていうと、あなたがそのように感じてしまうから。それはこの方のイリュージョンだよね。あなたにかけている魔法だよ。あなたにとっての新たなね、展開、新たな境地へのいざないを、あたかも悪いことだよ。それはネガティブなことなんだよっていうふうに思わせるように仕向けてるよってメッセージが来ます。
ここの9のソーズでね、あなたはもうむやみやたらと悩んじゃってる。そんなに悩むことではないのかもしれない。だけどなんか理路整然としない。自分でもなんでこんなことで悩むんだろうって思うんだけど、とらわれちゃうんだろうね。自分が悪いんだって、自分はいけない、ね、人間なんだと、ダメな人間なんだってね。このマジシャンが持ってるソードがギラッチしてるね。ただね、この方との関係っていうのは、トップのタワーなんだけど、大きなね転機を迎えようとしてる。両者ともにとってなんだけど、ことあなたにとってとても大きな転機だよって。その後にはこの8のペンタクルス、あなたのためにねコツコツと努力してる人が待ってるよって。なんでこの人のもとに行くことに後ろ髪引かれるかっていうとこだよね。そこが間もなくあなたが受け取る答えなんじゃないかな。だからこのさ8のワンズのさ、好機をね逃してはいけないね。だからねこの方との関係を終わらすのがね、怖いのかもしれないよね。理屈じゃなく自分たちの愛を否定すること、もっと言えばあなたが理想だと信じていた、理想的だと信じていた愛を裏切ることになる。この方が悪いのかもしれない。そのように仕向けてるのかもしれない。だけれどもあなたは自分のせいだって思っちゃってる。だからもうさ、自分でも感づいてるんだけど本当に感づいちゃったらこの方との関係が終わってしまうから、あなたが冷めてしまうからね。それは冷たいことだと思っているから悩んじゃうんだろうね。でもね、間もなくあなたが答えを受け取るとき、意外にあなたの心はぶれることがないよとメッセージが降りてくる。例えばさ、迷い込んだ森を抜けてね、現れた湖の水面のようにさ住んでるんで、全く心がぶれない。あれこんなもんなんだって、もっと早く受け止めるべきだったと後悔するかもしれないよ。満を持してるんだよ。今がその時なんじゃないかな。まずこのねアルテミス、このお相手さんの結界を射抜けとメッセージが来るよ。あるいはね、この8のワンズの好機を絶対に逃すな、いや逃さないよとメッセージが来る。あなたも内心は思ってるんじゃない？そうあるべきだって思ってるんだけど、なかなか踏ん切りがつかなくてね。
悩んじゃってる。なんか悩んでることが自分を正当化できると思ってないかい？悩んでるんだから私は悪い人間じゃないんだって。それだとこの方の思うつぼになっちゃうね。アルテミスはね、もう絶対に逃さないって言ってるよ。この方との縁を切ると。だからシックス・オブ・ワンズ、あなたは新たな恋の予感というものをもう感じてるんだよね。もう得てるの。でそこで罪悪感感じてる。だけれどもその罪悪感って本当にその罪悪なのかいって、惑わされんなってアルテミス言ってるよ。あなたのお相手さんはね、あなたに意図的に弱さを見せて、あなたの愛をね、遠隔操作するような形でね、コントロールできる人だよ。とても強い人。だけどマンは自してるよね。この彼の上にタワーがタワーが思いっきり来てるからね。終わりは終わりなんだろうね、もうね。だから問題はあなたの気持ちかもしれないよ。一つの居心地はあるかもしれない。自分をいい人に見せようとしていると、この闇の中にとどまっちゃうかな。ある程度不安であっても一歩踏み出せば、なんだこんなもんかっていうぐらいの魔法が解けちゃえば、魔法なんてそんなもんなんだよ。イリュージョン、それはハリボテね。かげろうの中の蜃気楼、もやの中の幻だよね。でこっちのさ「ウィッチーズ・ブルー」だけど、どうだろうね。このナイトのこの8のペンタクルスにもかかってんだけど、非常に堅実な未来が待ってる。こう建設的、上昇するようなね、物質的に豊かになる、そういう力も感じる。でこの魔女の力がここにもかかってるんだけど、どちらかというとこっちの9の想像にすごくね、力をね与えてる気がするよ。あなたの中のその弱さかな。その弱さっていうのはあなたの中の、ダークサイドのきらめきなんだよ。力。それを頭ごなしに否定したり隠蔽すると良くない。人間誰しも陰と陽があって光と影があってね、その影のパートっていうのは、影のパートがなければ光がないわけだから。ポジティブ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 なんていう、もうただひたすらにポジティブな人間なんていない。いたら怖いでしょ。ちょっと怖いと思うよ。必ずやっぱりネガティブっていう原動力があってポジティブがあるから。であなたの中のその闇のきらめきをしっかりとね熟成させて、その解放してあげなさいって。それがあなたに足んないんだよって。本当はあなたの強さなんだよ、その使い方が分かればね。だけどそれを使おうとしないっていうか、そもそも認めようとしないから、ずるい人から見るとそこが見えちゃうんだよね、ウィークポイントとして。そして滑り込まれると。だからこの魔女さんは言ってるよ。あなたのその闇の力、きらめきを消化させなさいと。しっかりと熟成して、工事のね意識へと
まあ意識、さらに言えば立ち回りと言っていいかな、この現世における立ち回りへと還元してきなさいよとメッセージが来る。まあ大きな転機だよ本当に。だからね、次元が上昇したんだよ。不安があるかもしれないけど、いとどまれば泥沼に落ちてくんじゃないかな。取り返しのつかないくらい沼に、沼るとかいうのかな今時。沼りなさい、言わないかな今度。なんか聞いたようなことあるけど、だけど今より深くね、やっぱりこの天気を逃すとね、この方の、術中に落ちてくよ。同時野心さん、座敷わらしさんだね。可愛いの来たね。まあ子孫繁栄とかね、血族が末広がりで力強くなっていく。まああなたの未来が、まあ、力強く発展していくよと。あるいはあなたの中の、まあ、同心、まあ同心といってもやはり闇のパートじゃない、ちょっとダークな感じがするでしょう、座敷わらしって。そこの闇の中にあるきらめきだよね、力。だからこのクイーンのソーズがね差し伸べられる手、闇からね、まあ、これ未来の方からけど出てるけど、まあ、手をこう差し伸べてるけど、なんか恐れるなっていうメッセージが来るよ。なかなかこう巧みなね、このマジシャン、お相手さんの結界呪縛の中でさ、もう息が詰まっちゃってる。でそういう中であなたの中の同心、その闇の中で天真爛漫にね、立ち回れる力だよね。そういうものがねやっぱりキーになってくんじゃないかな。だからまああなたのね、本当うちに出るかもしれないよ、座敷わらしが。あなたの部屋にひょいって出てくるかもしれない。そんなに怖がらないでって言ってるよ。まあね、スプレッドから来るメッセージ、もう今の関係性っていうのは確実に終わるでしょう。だから重要なのはあなたのやっぱり意識だと思う。次元が上昇しています。今いる場所にこれ以上いとどまることはできません。いいですね。
度も繰り返し破綻しかかってる、あるいは破綻してるんだけどまたくっついてしまう。この業の山なんだけど、原動力カルマが天の創図なんだよね。一旦リセット終わりからまたセブンオブカップスで愛の妄想を膨らまして、で戦車がむしゃらに進む。どうだろうな、あなただけでなくお相手さんもそうなのかもしれない。二人の、共有してるカルマの力を感じる。というのも真ん中に Two of Cups、だから何度も何度もくっついたり離れたりしてるのかな。だからこのクイーンのソーズとナイトのカップがどっちがあなたなのかなって考えてるんだけど、このクイーンのソーズはあなただとしたら、一度終わってもね、この討ち死にしてもまたね差し伸べられる手、これは私は同じお相手さんに感じるんだよね。でまた天から舞い降りるような愛のインスピレーション、エースのカップが来て、で体の位置にハイロファント、教皇が来てるんだけど、間もなくあなたが受け取る答えっていうのは、この結構危険な恋、この道を行けば茨だろうと思えるこの恋を生きることが私の人生なんだという一つの答えに達するんじゃないかな。それをあなたが受け取る。もう自分の人生としてそれを人に語ることができる。自分のストーリーとして落とし込むことができる。そんなメッセージが来るよ。でちなみにこのクイーンの想像をあなたじゃないとすれば、ひょっとすればお相手さんの、元奥さん、あるいは元彼女、お相手さんはちょっとどっちつかずの状態にあるかもしれないね。でこちらのナイトのカップがあなたがダークホース的な立ち位置で、お相手さんはあなたとの恋に信憑性をね感じてるんだけど、確かなものだと感じてるんだけど、元奥さんないし元彼女ともいまだにつながってる。これはお相手さんからアプローチしてるよっていうメッセージが来るから。だからなぜ何度も破綻してるのか、完全にね打ちのめされてるのに、またなぜ愛の妄想が膨らんでがむしゃらに突き進むのか。ただトゥオブカップスだったら初歩的ではあるけど、とても良い恋じゃない、素直な恋だけど、なぜ破綻しなくちゃいけないのかってなると、やっぱお相手さんがちょっとどっちつかずな態度をとってるかもしれないね。でちなみにトップは9のカップが来てて、あなたが腹をくくればちょっと難しい形の恋だけど、
ね、多くの人たちが考える幸せの形とは違うかもしれないけど、天には一つ足りないけどね、私はこれでハッピーなんだって、そんな覚悟が伝わってくるかな。本当ただ破綻できればね、そこで終われるんだけど、やっぱりね、互いの波長が共振するんだろうね。お互いの電波がさ、もうよく届く 5G の電波のように、もうあなたのね、心の居所をお相手さんの電波見つけちゃうんだろうね。またもちろんその逆もしかり。でまた Two of Cups。よく言えば淡い恋だし、悪く言えば、ごめんね、こんな言い方あれだけど、成長のない恋かもしれないよね。また同じとこへ戻る。だけど嘘じゃないのよ。本当にハーモニーを奏でてる。陰陽のマークになってるね。なんかそんなメッセージが来るな。だからあなたが間もなく受け取る答えっていうのはなんかそんな覚悟な気がするな。ニックス、ミステリー、道、夜、月、あなたたち二人がなぜまた振り出しに戻ってしまうのか。やっぱりこのテンオブソーズ、このカルマの力っていうのが、あなたたちにとって克服しきれないようなね、強い原動力として働いてるんだよってメッセージが来ます。同じような現世体験をしてるかもしれないよね、幼少期に。あるいは今世だけではなくて過去世からつながっている。もちろんそれはね、転生した時点で前世の記憶はなくなってしまうからわからないミステリーなわけだけど、とても強い力が働いてるよって。すごくね、いい言い方すれば淡い恋じゃない。 Two of Cups。 本当に楽しい、嬉しい、ワクワクする、ドキドキする、幸せ、もしくは幸せの予感だよね。幸せのファンファーレの段階だけど、この美しいさ、恋の原動力がこのテンオブソーズなのよ。強力なカルマ。それがもうセブンのカップ、愛の妄想を膨らまして、そしてがむしゃらにあなたたちを走らせるよって。これはあなたになってるかもしれないね。だからなんかそんなメッセージかな。で、こっちはね、こっちはなんかね、闇なんだけど、こちらはね、天と地、あの世とこの世だね。立ち上がる力とかもあると思う。大地に根ざして立ち上がる力、生と死を踏まえた上での生きる力、なんかこう土着したような
パワーも持ってる。まあそのトップに来てるこの9のカップスはさ、まあ私ハッピーよみたいなさまあ相当いい状態ではあると思うのよ、9のカップで。ただやっぱり一つ足らないんだよね。ちょっと破れかぶれなとこがあるかもしれない。無理してるところがあるかもしれない。昔で言うとなんかお立ち台でさセンス持ってなんか結構なんか悪乗りしてまあ楽しいんだけどなんかやっぱりちょっと何か足りないっていうかね、やっぱ無理してるみたいな。なんかこのカードからは悲壮なあなたのなんか覚悟みたいなもの、今はまだその表面に出してないかもしれないけど内心とてもね、この今の恋の在り方を続けることがとても厳しいことだよって、それを痛感してるっていう、実は本当は分かってるんだよって、それを顔に出さないだけだよって、顔に出しちゃったら自分も負けちゃいそうになるから出さないだけだよって。だからむしろなんかこうハイロファントでさ、私は私の人生を語っていくんだみたいな、これが私の生き方なんだみたいな、なんかそういう強いね、意気込みを感じる。ただやっぱね、あの世とこの世っていうね、カードだから、このままいくとだけどあなたのさ、いずれね、魂の器であるボディを失った後にちょっと有限界でさまようかもしれないよね。あの世とこの世の狭間で強く念が残るかもしれない。やっぱり茨の道だと思うんだよね、このまま行くと。で今はあなたは私は決めた、これで行くね、ひょっとすれば変則的な立ち位置、日陰の立ち位置になるかもしれないけど、今はそれでいいんだと思ってるかもしれないけど、やがてそう思えなくなってくる。やっぱりいろいろ許せないことが出てくる。だからそうなってくるとあなたの想念っていうのはね、この現世でさまようことになる。そうね、有限化あたりそんなメッセージが来るね。母神様、やっぱり何か女の底力みたいなものなのかな、あるいは懺悔、許し、もしくはあなたが対抗馬でなくてね、あなたが例えば本妻の立場であった場合に、物質的な喜びに近いこの9のカップス、この状態が得られるんであらば、まあ旦那のね浮気を許すとか、なんかそういうカードにも見える。あなたが逆にその正規のね、本命の彼女とかさ、奥さんとかっていう立場だったらそうかもしれないね。ただ内心は結構怒ってるわよっていうね、内心は当然怒ってるわよって、私の想念の部分では絶対に許さないわって、そういう意味では本当にそれだったら本当にこの念は有限界をさまようかもしれないね、この世とあの世の狭間で。とりあえず現世はとりあえず今の形で私はねいいわと、
物質的な喜びの中で、それが得られるんだったらそれでいいわっていう。だけど気持ちの面でやっぱり相当来てるっていうのはある。ただどうだろう、でもやっぱり母神様はとても良いカードなんで、やっぱ女性のなんか覚悟みたいなものをすごく感じます。だからあなたが今ね、迷ってる状態だけれども、いや私はこの道で行くんだと、ひょっとすれば人とはちょっと違う幸せのあり方かもしれないけど、これが私の生きる道なんだ、そんな答えを受け取る、じゃないかな。自分勝手な恋人、あるいは旦那さんに嫌気がさしてるかな。ただそのお相手さんの存在っていうのはね、とても大きいっていうメッセージが来ます。あなたの中の意識がこのお相手さんに対するね、意識が下がっていってるっていうのが見える。一番大きいトライアングルなんだけど、5はクイーンのカップ、それがトップに来るとナイトのカップになってるんだよね。あなたはひょっとすれば浮気を考えてるかもしれない。もうこの人で、この人って言い方ないけど、お相手さんのことをね、もうちょっと愛せなくなってるかもしれないね。結構積極的に別の方にアプローチを、したいと考えている。このタイのトライアングルなんだけど、5が9のペンタクル、これはあなたにとっての至れり尽くせりの楽園。それが今度トップに来ると8のペンタクル、下がってるんだよね。でさらに未来は6のペンタクル、6まで下がってる。この6のペンタクルっていうのは交易の精神だから、自分だけの楽園、自分だけが満足してればいいっていう意識から、自分が頑張って建設的な行為に打ち込もうと。でさらにはそれを、ある意味自分が損してるような感覚にもなると思うんだよね、さもしい意識でいると。だけれども最終的には周りの人たちに恩恵を与えようっていう意識になる。で5の山では、クイーンのカップからザ・マジシャン、ダールガナの1で、初心に戻る。ただ
準備はできてる。切るべきカード、いろんな場面でその時その時切るべきカードを切ることできるよって状態で、エースのワンズ、とても大きな情熱、やりがいっていうものを得ることできるよって。だからひょっとすればこれは、このマジシャンはあなたの前に現れる新たなる存在かもしれないよね。だからこの真ん中の男性を中心にあなたの意識っていうのがものすごく変わっていってる。ただこの方だけは変わんない。あなたのことを一元的な視点でしか理解してない方かもしれない。ただやるべきことはやる人だと思う。社会人としてとてもパワフルな人だと思うんだけど、やっぱり自分の主観でしか、あなたを捉えられない人かな。そもそも捉える必要性を感じてない方だと思う。だから最初はこの方のそういうとこがあなたにとっても都合が良かったかもしれない。ただやがてうんざりしたんじゃない。もう無理みたいな、もう我慢ができない、もう生理的に無理っていう。それでこのナイトのカップであなたがその別の方にアプローチするよっていうメッセージが来てる。間もなくあなたが受け取る答えかな。だから今までより身軽になると思うよ。今までその自分を守っていた鎧、アーマー、それを結構ね外す。全て外すわけじゃないけど結構外す。で体が軽くなるはず。心と体が。その答えを受け取るじゃない。もうこのままじゃいられない、いちゃダメだっていう意識かな。レッド&グリーンで相反する力が来てるね。こっちはまずね、カード見たままだけどね、色のままだけど野心、あとは注意を促してるね。危険だよって、危険なことだよって、だから危ないことだって分かってんだけど、その野心を、否定はしないんじゃない。分かってるわと、分かってるけど行かなきゃならないのといったようなとこかもしれない。このクイーンのカップやさ、ナインのペンタクルにかかってるんだけど、至れり尽くせりのねシチュエーションの中にある不平不満みたいなもので、これはやっぱりとても人間的なもんだと思うんだよね。自分が身を置いているそのシチュエーション、やっぱりそれは豊かでね、やっぱりあってほしいし、あればあるに越したことないんだけど、やっぱそれだけでやっぱり満たされないもの、どうかっこつけたってさ、やっぱり我々生身の人間だから、やっぱりそういう人間臭さみたいなものが
抑え込んでればねストレートには出てこないけど、形を変えて出てくるわけだよね。だからこのレッドクイーンだから愛の野心として立ち上がってくるわけだよ。何この人は私のこともう全然理解してないし理解する気ないんじゃないのと。あるところまではそれ結構都合が良かったのよってね、私がフリーで動けるねその余白があって良かったんだけどだけどもう我慢ならないわってなんかそんなメッセージが来る。でただ危険も知らせてるからね。でこっちは、機能精霊、ちゃんとやっぱり地に足をつけてしっかりと大地からエネルギーを得てね、花を咲かせるっていうところまでじゃないよね。しっかりと、力をつけなさいっていうメッセージが来る。これ8のこの下のね8のペンタクルスにかかってるんだけど、だからあるいはこの方にとても囲われててあなたが未成熟なままで伸び悩んでしまってた部分、そういう部分を伸ばすことができるよっていうそういうメッセージにも取れるよね。もしこのナイトのペンタクルのカードのようにあなたがとても溺愛されて甘やかされてたいわゆる飼い殺しのような状態になってたと、箱入り娘状態に。でそこにその点に関するね反発心みたいなものそれが出てきたのかもしれないよね。だからこの8のペンタクルなんかでこの方とは違うあなたの建設的な表現というもの、この方にできないあなたにしかできない表現というもの、それができるよっていうねメッセージが来る。ペンタクルのねナイトのペンタクルなんだけどキングのペンタクルみたいに見えるよね。ふてぶてしいっていうかのそうってしてる。だからこの方にはできないあなたの表現っていうものをするんじゃない。だからペンタクルだから、砂ぼこりが上がる荒野にいるけど不毛の土地にねあなたは何か色のある世界、自然にまつわることとかさこの方ができない表現をするんじゃないかな。なんかこのだけどナイトのペンタクルこのデッキのナイトのペンタクルなんかキングに見えるんだよなパワーが強い。だけどあなたからしたらやっぱりちょっともっさいかもしれないよねナイトだとすると。ナイトなわけだしね。この方が持ってないものをあなたが表現してこのナイトのカップであるあなたがもう一度このナイトのペンタクルのお相手さんに何かアプローチするとも考えられるよね。そうなってくるとこのシックス・オブ・ペンタクルスがあなたに捨てられまいとするこの方がすがりつく可能性はあるよね。全くなんか一元的な視点しか持ってなくてさ、自分の主観でしかあなたを捉えないっていうメッセージがすごく来るんだけど、あなたがいなくなるとかなりショックだろうねやっぱりね。一元的にしか
捉えられない、アプローチできないだけにおろおろおろってしちゃうかもしれないよ。最後孫神様出てきたね。一旦もめんさん、自由になれって言ってる逃げろって言ってるよ。やっぱこの方とあなた違う道行くのかな、やっぱり。あなたの愛のアプローチっていうのがさ、なかなか届かない人なのかもしれない。で、経済面に関してはあなたを結構見下してたかもしれないよね。経済制裁みたいなものを加えてあなたを囲おうとしていた。それがこの方にとっての、あなたに対する切り札だったんだけど、あなたが経済的にも力をつけることで、自立することで、やっぱりこの方と違う意識に、入ってくんじゃないかな。間もなく受け取る答えっていうのが、不倫のお告げとかとも変だけど、なんていうのかな、愛の謀反のお告げって言おうか。あんまり変わんないかだけどそうだと思うな、やっぱり。レッドクイーンだからね、一応ね、注意しなさいっていうね、メッセージでもあるから、あなたの野心そのものでもあるけど、こっちのカードは本当に相反するね。地に足つけてちゃんと実らせろ。花咲かせろっていうよりはちゃんと成長させろだよね。力をつけろ。そうするとあなたのこの方に対抗できるね、物質面での豊かな展開っていうもの、このナインのペンタクルとは違う展開っていうのが出てくる。そのためにはやっぱりこの方から腹頃切れはれってなんかやっぱある程度軽薄でもいいから自由にならなきゃいかんのかな。どうでしょうか。